ご視聴ありがとうございます。今回はこちら、ジェルプレスを使ったお手軽で便利なプリント方法を紹介します。オリジナルのスタンプのような転写が簡単にできる方法です。オリジナルのスタンプと聞くと、消しゴムはんこをイメージすると思うのですが、消しゴムはんこって彫るのに時間も手間もかかって大変なんですよね。ずっと使い続けるデザインならそれでも頑張って彫るのですが、こういうのとかせっかく彫ったけどもう二度と使わないんですよね。数回しか使わないデザインやプレゼントボックスの内入れやラベリングとかだとわざわざ彫るのはもったいないですよね。ジェルプレスは彫りません。印刷した図柄を用意するだけです。この透明のプニプニしたジェルパッドをこのまま使います。なので、ジェルプレスが一つあれば、いろいろな図柄を無限にスタンプできるんです。やり方も簡単。絵の具をローラーで伸ばし、図案を乗せてこすり、剥がして、乗せるだけ。もう完成。魔法のようです。どんな仕組みなのか気になりますよね。説明します。プリントされているところ、つまりこの黒い図柄の部分は水分を弾くから絵の具が吸収されずに残る。プリントされていない白い部分は水分を吸い取るので絵の具が吸収されて残らないということのようです。だから彫らなくてもスタンプできちゃうんですね。いろいろ試してみてうまくできる方法とできない方法が分かりましたのでお伝えします。まずは材料と道具。ジェルプレス、アクリル絵の具、ゴムローラー、図柄をプリントした紙です。マスキングテープもあると便利です。動画内で使用した道具は説明欄にリンクを貼っておきますので、よければご利用ください。ここからはうまくできるポイントを3つと詳しいやり方をお伝えします。ポイント1、一番重要なのは図柄のプリント方法です。必ずレーザープリンタでプリントしてください。身近なところだとコンビニなどにあるコピー機がレーザープリンタです。ちなみに私が使っているのはこちらの家庭用モノクロレーザープリンタです。インクジェットプリンタで印刷したものでもできるか試したのですが、こんな感じに全然うまくできませんでした。ポイント2、紙はコート紙という種類を使ってください。こちらは私が今回使ったものです。コート紙とは新聞の折り込みチラシとかカラーの冊子とかに使われているツルツルした紙です。なのでこのチラシを使ってもこんな風に転写できちゃいます。面白いですよね。コピー用してもできなくはないのですが、こんな感じにコート紙と比べると失敗もしやすく、出来もいまいちでした。コンビニのコピー機などで印刷する場合は、紙を持ち込めるところで行ってくださいね。あと、図案は余白を多めに取って、ジェルプレスよりも一回り大きくカットするとやりやすいです。ポイント3、絵の具。絵の具は必ずアクリル絵の具を使ってください。メーカーはリキテックスのレギュラーがおすすめです。ダイソーなどメーカーによってはうまくできなかったものもあるのでご注意ください。やり方を詳しく説明します。今回はこちらのギフトボックスに転写します。ジェルプレスの片側のフィルムを剥がします。もう片側のフィルムは手で押さえる土台として使うと便利なので、ジェルプレスを少しずらして置き直します。ここを手で押さえる感じ。
ジェルプレスに絵の具を出してローラーで伸ばします。絵の具が乾かないうちに図柄をのせます。手でまんべんなくこすります。撫でるよりもちょっと力を入れてこする感じです。10秒から20秒くらい。剥がして、余分な絵の具が残ってたら、マスキングテープでペタペタ取り除きます。絵の具が乾かないうちにギフトボックスに乗せます。透明なので位置調整がしやすいです。上からギュッとしっかり押さえて剥がします。アクリル絵の具なのですぐに乾きます。完成です。ちなみに図案を剥がした時に絵の具が余分に残っていたら、その部分をもう一度こすると取れますが、最初にのせる絵の具の量が多すぎると取れきれなかったり、あまり長い時間こすっていると全体的に取れてしまうので注意してください。絵の具の量などコツをつかむまでは失敗もしやすいです。失敗したらいらない紙に転写させてしまえばいいので、図案は多めにプリントしておくといいです。絵の具が乾いてしまうとうまくできません。気温や湿度、使う絵の具にもよりますが、3分以上経つと乾いてきて転写できなくなるので気をつけてください。ジェルプレスに絵の具が残ったままだと次の転写でついちゃいますので、マスキングテープでペタペタときれいに取ってから次の絵の具をのせてください。ジェルプレスは水洗いもできますが、ちょっとの汚れならマスキングテープが簡単です。ローラーは絵の具が乾かないうちに水洗いしてくださいね。いかがでしたでしょうか？今回はジェルプレスを使ったプリントを紹介しました。水で滲んだりしないので使いやすいですよ。アクリル絵の具を使うので黒いものへのプリントもできて便利です。お役に立てましたら高評価をしていただけるとありがたいです。ご質問がありましたらお気軽にコメントください。ジェルプレスに興味が湧いた方は説明欄にリンクを貼っておきますのでご利用ください。このチャンネルでは私のひらめいたハンドメイドアイデアをたくさん紹介しています。チャンネル登録をしていただけるととってもありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。